ファミマ、ローソンとセブンイレブンの肉まん比較してみようか。任せてくれ。かわいい。味わかるじゃないかってよく言われるんだよ。世界一美味しい肉まんはおはようございます。今日の企画ね、考えてきたのは、食レポもうなんかやりたいなと思って今日の朝からね。俺はね、毎朝ここに泊まってない時はね、こっちに泊まると必ずここで朝ごはんを食べていくんで、美味しいからね、安くて美味しいものいっぱいあるんだけど、普段こういう美味しいレストランのないところをコンビニで朝いつもね済ましてるんだよね、朝ごはんを。でも必ずそれにいつもね買うのは、まあ冬の時期だからねで買えるんだけど、肉まん大好き。昔から本当に好きですね。本当大昔から本当に美味しいものなんだよね。なんで大体まあどのコンビニにもあるんだろうと思うんだけど、食べ比べという比べたことないんだよね、肉まんの違い。今からファミマ、ローソンとセブンイレブンの肉まん、比較してみようか。今日は早速行ってみようか、コンビニに。じゃあセブンは一番近いので先にじゃあセブンイレブンの肉まん買ってみましょう。セブンイレブンは新しくこうできたなので、ここで肉まんをまず買ってきます、待っててね、待っててすぐ来ます。買ってきましたよ。もっちりジューシー肉まんっていうものですね。美味しそうな匂いは最高。次はファミマですね。ファミリーマートは日本語だとファミマですね。かっこいい。食べたことあるんだろうと思うんだけど、セブンイレブンは意外と多いんだよね、俺の場合は。ファミマの肉まんを今買ってきますよ、待ってて、買ってきましたよ。これはね、いい匂いしてますね。まず一つ言えるところはファミマの方が気持ち安いです。セブンイレブンのやつは、税込みで129円、これ税込みで117円ですね。今中華まんの 10% オフのセールですね。それで安く買えたんだよな、今回は10円12円安かったということですね。いいね。じゃあ味が本当は違うのかどうなのかちょっとね。次は何？ローソンに行ってみよう。早く食べたいな、まだ暑いうちに食べたいので早く行ってみよう。ローソンですね。じゃあローソンの肉まん買ってきて、それでこの近くでどっかで食べ比べスタートですね。行ってきます。この時点で言えるのは、ちょっと一番高いのはローソンですね。130円税込みで1円高いです、セブンより。であそこの 10% オフのファミマが一番安かったんだよね、でも今 10% オフ考える、まあほぼ一緒だよね。 2,3 円の違いぐらいで、これ袋に入れてもらって、これでじゃあ3つ揃ったから、これはジューシー肉まんという、多分ローソンは一緒、ローソンはジューシー肉まんですね。でさっきのファミマもジューシー肉まん、そのままの名前だった、でセブンはもっちりジューシー肉まんだったので、どう違うのかなと思いますよね。じゃあ早速食べてみたいと思います。行きましょう。近くの公園までやってきましたね、ニノさんです、ね、うちのマネージャーです。で今回、まあね、ニノさん3つ買ってきたんだよね。買ってきましたね。でこの前はさ、牛丼をやった時に、ほらすき家、松屋、吉野家ってどれがどれなのかって分かった上で食べたので、フェアじゃない部分はあるんだろうな。俺が今ちょっとこの工事中の散歩を一周してくるんで、その間にね、分かんないようにね、それぞれにね出しておいてほしい。なるほど。分かる？その方がね、食べ比べにはね面白いんじゃないのかなと思うので、じゃあ用意して。じゃあ1時間ぐらい走ってきてください。じゃあ今もう運動してないから運動不足なんでちょっと走ってきます。おかえりなさい。用意できた。みんな疲れたってお腹空いたんで、やっぱりね運動の後は肉まんがちょうどいいんじゃないですか。プロテインがいいね。肉が必要なんだよ。確かに美味しそうな肉まんが3つ自分の前にある。これ夢のようですね。本当に幸せですよ。大好きだよニノ。でも本当にどれはどれなのか全く分かんないんだよね、この状態だと。なので
じゃあこっちから順番で好きなようにこ好きなように食べてください。食べてきますよ。どうぞ。肉まん食べ比べチャレンジははいこれからスタートです。よーい。どうぞ。はい、ありがとうございます。ね、いい感じですよね。この触る感覚が。じゃあ大きな一口をどうぞいただきます。どうぞ召し上がれ。本当に大きな一口だ。半分は一口。すげえ。うまいよこれは。これはうまいもんだ。うまいうまい。うまいな。はい。まあまあね、ジューシーな肉が美味しい味ですね。うんこれは。はい。はい。じゃあこれは米の半分も食べちゃったね。一口が大きい。大きいよね。全部食っちゃうんだよ。じゃあはい次、じゃあどうぞちょっと見た目が違うんだよね。こう舌が可愛いよね。これはなんか可愛い肉まんだよね。これ可愛い。2番目の肉まんをいただきます。はい、どうぞ。おーん。おお。これがちょっと。に変わった。に変わった。青からに変わった。いいよね。いいよね。これも美味しいよ。似てるんだよね。でも中が肉まんだよね。違違ったらまずいですよ。じゃないよ。肉が入ってなければ困るもんな。え美味しいですね。これも本当にこれは難しいかもしれないよ。ね、なかなかですね肉まんの違いが本当に分かりづらいかもしれないけど、ほらアメリカ人ってさ、はい。舌があまりこだわってないやん。そんなことない。いやそうだよ。よく言われるんだよ。アメリカ人味分かるんじゃないかってよく言われるんだよ。まあ肉まんなら俺分かると思う。任せてくれって。早速どうぞ3個目はいの3個目いってください。肉まんいただきます。これまた一口大きいですね。違いますね。違います。違いが出ました。違いが出た。違いがある。美味しくないわけじゃないですよ。これ美味しい違う意味での。ちょっと今までと違うでも反応違うんですよ。同じ肉まんなのにこれはちょっと違います。肉が多いよねこれに。結構。はい。でも味が気持ち違うんだよね。じゃあこの3つのうちのねじゃあナンバー3から3、1っていう感じですよね、はいになるんだよね。難しいですよこれは。まあいつものねこのちょっと考えさせてください。ちょっといろいろちょっと分析シンキングタイムでします。はいいつもの研究でやってますね。おお。ほら年なんだから。見てない。あ、そうか星がある。そうか。2回ちゃんとこれ通さないと。センサーが反応してないんですね。アメリカのセンサーちょっと遅いかもしれないな。なるほど。重さもチェックまあですね。そうですね。すごいな。これはなかなかわかりました。はいはい。3、2、1からいきますね。はい。皆さん。はい。おお、まあまあ3番まあまあ目のやつはこれ最後に食べたものでございます。はい。これは3番目の美味しくないわけじゃない。ちょっと味がなんか薄い感じはしたんだよね。あとこのもちもち感が気持ちなんか違うんだよね。なるほど。これは3番目のやつ。もしかしてこの2つのうちはね結構ねどっちも美味しいなと思ってもう一口ずついただきます。どうぞどうぞ。最初からのやつ、はいこれはね肉がだいぶなくなっているんだよね。なのでおお、ワイルドスタイル。アメリカンスタイル出た。アメリカを来たビースト。やばいな。はい、これまたやばいですね。集中したい。分かった。はい OK。じゃあ最後にこの2つの中からですね、はい、どうぞ。これはまだ肉のある方ですね。残ってます。
一番もっちりって言ってましたよね。あ、これはそうだね、一番プツプツがありながらもっちりしてるって言ってましたね。プツプツあるからこそもちしてるのかな。エアーが抜けてるとかですか。というなんか作りのすごいのあるんじゃないの秘密が。まあじゃあこれも。はい。おお。まあ言わないでくださいね、まだ。はい、わかりました。はいわかりました。難しいですよ。この2つは本当に難しいです。どちらかっていうのもあるんだけど、2位の発表はこっちにあったものですね。肉がちょっとね、なんか少ない感じはしたんだけど、まあ全部食っちゃった最初の一口では分かんないんだけど、これとこれ本当に味が似てるんだけど、ナンバーワンはこちらに真ん中にあった肉まんが、スティーブ的に一番美味しかったなと思います。ニノ先生、正解を、答えをぜひ教えていただきたいです。3位はローソンさんです。ローソンさんのものがナイスさん、申し訳ないんです。ローソンさんは美味しくないわけじゃないんですけど、この3つの中から一番下になりました。OK、第2のコンビニ、コンビニさん、こちらセブンイレブンです。セブンイレブンは第2位、こっちですよね。で、真ん中というのはじゃあナンバーワンがナンバーワンはファミマですね。すごい、一番もっちりしててって言ってましたね。ですよね。ファミマのやつと言いながら、一番安かったんじゃないの？コストパフォーマンスですね、皆さん。これは一番安くて美味しいものがファミマの肉まんです。おめでとうございます。全部美味しいけど個人的なただ一人の外人、変な外人の意見をさせていただきました。参考にまでで、皆さんいかがですか？肉まんを好きな方が多いと思うんですが、この時期どれが一番美味しいのか、こういう食べ比べしたことはあるのか、それとあとどういうものを食べ比べてほしいのかっていうのをコメントの方にぜひ残していただきたいなと思いますね。面白いですね。じゃあ今日はもう一度繰り返しその結果を発表させていただきたいと思います。3位はローソンの残しちゃった肉まん2のに勝負してもらうどうですか？一口どうですか？冷えてても美味しいです。冷えててももうかなり冷えてます。冷凍のままの状態なんでちょっと寒い。2位がセブンイレブンさん。スティーブの大好きなセブンイレブンさんはナンバー2になりましたね。そして第1位が第1位、今回の肉まん最優勝、世界一美味しい肉まんはファミマの肉まんでした。もっと行くようにしますので、これからセブンイレブンだけじゃないですよ。今年コンビニチェックするからよろしくね。ファミマおめでとうございます。こういう食レポと車関係の動画もいろいろ面白くやらせていただいてるんで、2020年これから頑張っていきますので、皆さんの応援とチャンネル登録と、またね、新作の商品もいっぱい Amazon Japan にありますので、皆さんチェックしてね、いつものこういうサムズアップな感じ、日々前進前向きにサムズアップ的にやっていきましょうということはスティーブからの皆さんへ送りたいメッセージです。よろしくお願いします。サムズアップです。